皆さんこんにちは。ルカチャンネルのルカです。先日ですね、ベイブレード X から CX ラインカスタムラインの発表があったり、あとはルール改定があったりとね、いろんな情報が飛び交っているんですけれども、さて今回はですね、今めちゃめちゃ流行っているコバルトドラグーンエレベートだったり、あとはアタックタイプのベイブレードに対抗できるおすすめカスタム3選、今からねバトルの様子もインサート映像と合わせてね、皆さんにお伝えしていこうかなと思っております。ぜひですね、最後までご覧になっていただいて、皆さんの参考になればね、嬉しいなと思っております。それではね、今から3つのカスタム紹介していきたいと思います。それではまず1機目がこちら、シルバーウルフ 960E。はい、まずブレードのシルバーウルフの特徴からお話ししていくと、スタミナタイプのフリー回転特化をコンセプトにしたブレード下部に備えられたこのフリーリングが回転するギミックによって相手の攻撃を受け流せるように設計されたブレードです。形状は丸くなっていて、このブレード下部に向けて緩やかなカーブをした円錐台形状で突起した部分がほぼないっていったところで、アタックの受け流し効果が最も高いブレードだと思っております。この CX ラインでメタルが多く配分されていて、重量も 36g 後半から 37g 台となっていて、重量もねそこそこありつつバランスがいいスタミナを残せるカスタマイズとなっております。ラチェットは960、低重心かつ細かな9箇所の突起がなだらかになっていることでバースト耐性もある印象があります。最後はビットの E エレベート、大型のガイドがついた設計で姿勢をキープしやすいということで、コバルトドラグーンに対しては形状有利かつ飛ばされにくい受け流し性能もあり、アタックタイプに対しては角度を入れてブレードの面で受けつつ、最後まで姿勢を整えてスタミナをキープしてくれます。ネガティブポイントはウィザードロットとの相性ではスタミナではねやっぱ不利な展開が多いかなと思います。やはりですね、遠心力による粘り強い環境最強のこのウィザードロットに勝つっていうのは、ハードルはやっぱ高いかなっていう感想です。とは言いつつもアタックへの耐久性と姿勢保持によるスタミナ性能を両立した優秀なカスタム構成だと個人的には思っております。続いてはこちら、ウィザードロット 360E。 はい、今年の4月以降、ワンベイ試合では使用禁止の発表がされたばかりの、今話題となっているウィザードロットなんですけれども、改めてね、オールマイティな対応が可能だったベイブレードなんだなって個人的に思っております。外重心によって安定した回転と持久性能に特化した設計になっております。それではですね、特徴をお話ししていきます。ブレードのウィザードロット、外重心で径が大きく丸い形状となっていて、ブレードはですね新品の状態ですとやっぱり角がまだあるのでややね弾き飛ぶこともあるんだけれども、使い込むほどにブレード側面がね滑らかな形状になっていって、アタックの受け流し性能が向上する印象です。重量はですね 35g 台となっていて、スタミナタイプとしては十分な重量スペックがあると思います。でラチェットは360、個人的にはですね、この低重心で姿勢を保持する、バランスが取りやすいラチェットっていうね印象があります。最後はビットの E エレベートビット。特徴はですね、先ほどご紹介した通りで、コバルトドラグーンに対しては送り合いでスピンが取りやすく、アタックタイプに対しては角度を入れてブレードの面で受けつつ、最後までね姿勢を整えてスタミナをキープしてくれます。ネガティブポイントはスタミナ対面ではねウィザードロットのボールとか、あとはスタミナタイプでボールビットをね採用しているカスタム相手には同回転はやっぱ厳しいんじゃないかなっていったところ、とはいえ精度高くね調整できたカスタムであれば、このウィザードロットボールにね同回転勝てるポテンシャルはあるし、コバルトドラグーンエレベートにスピンも取れるので、右回転のエレベートビットでは、最も安定したカスタムなのかなと思っております。最後はこちら、エアロペガサス 960E。 はい、レアベイのエアロペガサスですね。アタックもディフェンスもできるカスタムで、個人的にね気に入ってるカスタムだと思います。ブレードはエアロペガサス。このブレード形状はですね、緩やかな面から出っ張った面で構成された3枚刃形状によって弾き性能といなし性能両面を兼ね備えた特徴があります。重量は 38g 台と高重量となっていて、ダブルメタルコート
ブルーグリーンの2カラーが、高級感あるビジュアルを表現しています。ラチェットは960にすることで低重心かつなだらかなラチェットリングの形状で最後まで転がるように回転を残してくれます。ビットは E、エレベート。特徴は今までお伝えした通りです。コバルトドラグーンに対しては送り合いでスピンが取れて、ウィザードロッドなどのスタミナベイに対しては3枚刃ブレードで弾いて高得点を決めたりしつつ、アタックタイプに対してはディフェンス的な運用が可能になっていて、最後まで姿勢を整えてスタミナをキープしてくれます。ネガティブポイントは、スタミナ対面では同じくウィザードロッドボールやスタミナタイプでボールビットをカスタムしている相手には同回転厳しいんじゃないかなといったところ。とはいえ、このウィザードロッドボールが対面でもアタックで弾き飛ばす性能は備わっているし、コバルトドラグーンエレベートにスピンも取れるので、右回転のエレベートビットではある種ね、万能なカスタムなのかなと思っております。はい、今回ですね、コバルトドラグーンエレベートだったり、アタックタイプに対抗するための右回転のエレベートビットを使ったカスタム3選ご紹介させてもらったんですけれども、今回の動画皆さんいかがだったでしょうか。今回ですね、初めてベイブレード X から殿堂入りパーツの制定というものがありまして、すでにね、多くの方がご存知だとは思うんですけれども、ウィザードロッドがワンベイの公式試合でね、使用できなくなったということで、ただし、3on3 バトルとか、チーム戦などの、複数のベイブレードを使ったバトルでは、使用可能ということになると。ということで皆さん、ワンベイどうしますかっていうことなんですけれども、僕個人的な、今現状で考えられる予想としましては、今ね、右回転で同回転強いのはやっぱりシルバーウルフの、ボールビットかな。で、あとはそれに対抗するようにコバルトドラグーンのエレベートみたいのが、めちゃめちゃ増えていくんじゃないかなと予想しております。もちろんですね、アタックベイも、メタルコートネイビーのフェニックスウィングから、重量もね、アップデートされて使う選択肢も増えてきたと。で、それに、CX ラインから新しく登場する、スタミナタイプのね、ウィザードアークの性能が一体どういったものになるのかっていったところが、ポイントになってくるんじゃないかなと思っております。ぜひ皆さんもですね、コバルトドラグーンエレベートに対抗できるおすすめカスタムだったり、今後のワンベイの予想なんかをね、コメント欄でいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。はい、そんな感じで今回この辺で動画を終わりにしていきたいなと思っております。このルカチャンネルではですね、ベイブレード X の最新情報や商品レビュー、それからイベントに行った際の映像、それからシネマティックなベイブレード X の映像表現もやっておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ルカチャンネルのルカでした。バイチャ。